どうもベルです。今回は、ポンペイの戦闘動画を見ながら、チュンについていろいろと話していこうかなと思います。ポンペイの、戦闘動画を見ながら、雑談していくっていうのは、今回初めてになるんですけども、戦闘動画って、どうしても闇の封鎖の、シェルター燃やしと、大都市戦が結構、多くなってしまうので、たまにちょっと今日みたいに、ポンペイの戦闘動画も、見ていこうかなと思ってます。で、今回は赤チームですね。で、今、ポンペイって、シーズン3がちょうど開催中だと思うんですけども、こちらはシーズン2の、最終戦の動画になります。ただ本当一番今までのポンペイの中で、熱かったんじゃないかなっていうくらいの試合で、かなり見どころもあるので、最後までご視聴いただけると嬉しいなと思います。ただちょっとポンペイって、1時間あって、これ全部流すには、ちょっと尺が長くなりすぎてしまうので、ポンペイの戦闘動画を出すときは、実質的に前編後編みたいな感じで、なってしまうことある、結構あるかなと思うんですけども、前編を出した、数日以内には、後編のポンペイルの戦闘動画も出していこうと思ってますので、合わせてご視聴いただけると嬉しいなと思います。はい。では、前置きはこれくらいにして、チュンについて話していきたいなと思うんですけども、チュンは、第2世代の最後に実装されるヒーローで、大体サーバーの開設から、210日から220日くらいで、立つと解放される、もうとんでもなく強い射撃ヒーローです。ほんともう火力がもう別格なんですよ。ほんとあまりにも差がありすぎて、第一世代の、キャサリン・シンシア。この組み合わせも、かなり初期だと強くて、火力がかなり出ることもあって、ほんとエース部隊にされてる方も、結構多いかなと思うんですけども、その3倍から5倍くらいの火力が出ます。じゃあなんでこんなことが起こるのかっていうとこなんですけど、チュンのレイジースキルが、12000のダメージ係数の2体攻撃なんですよ。で、1体にしか当たらなかったら、ダメージが20%増加です。覚醒させると、ダメージ係数が13000になって、1体にしか当たらなかった時のダメージが25%増加になるんですけども、これかなりやばくないですか？一応必要レイジが、1200っていうところで、そこはちょっと難しいところではあるんですけども、もう火力面だともう圧倒的ですね。12000が、2体に当たるってやばすぎるので、で、さらにこれ、何がやばいかって、チュンの第4スキルに、スキルダメ25%増加があるんですよ。ほんと、ただでさえ火力半端ないのに、それを25%増やしちゃうのって、ほんともはや強すぎちゃうので、ほんと、これ、チュン単体だったら、まだ許せないし、許しちゃ絶対いけないとは思うんですけど、これ相方がいるじゃないですか。チュンの相方って、第一世代最強の彼なんですよ。ルイなんですよ。ルイも、もうそもそも許しちゃいけないレベルの性能のヒーローなんですけど、相方が、正直いなくて、中野さんとか、あと明美とか、一応いるにはいるんですけど、ちょっと他のベラスベンとか、もうトム・サンダーとか、今めちゃめちゃ強いコンビとかと比べると、そのベラスベンとかって、もうどっちも単体で十分強くて、もう二人合わせめっちゃ強いよね、みたいな感じなんですけど、そこと比べると、ルイ・アケミとか、ルイ・ナカロって、ルイが強いからいい、強いよね、みたいなコンビだったんですね。そこでどうしてもそのベラスベンとかと比べると、相方弱いから、いいよねっていうところで、ちょっとルイは許されてたのかなと思うんですけど、これダメじゃないですか。あの、チュンっていう最強の相方に、これまで、もう単体で最強だったルイが、あの、あその最強の相方になっちゃうんで、今ほんと真面目に、第一世代、第二世代の中で、単体で一番強いのってチュンなんですよ。ただ、もう2番手って、もう確実にルイなので、で、そのルイなんですけど、レイジースキルの、範囲火力がもうやばすぎるよねっていうところは、もう皆さんご存知だと思うんですけど、ルイって第2スキルに、スキルダメ30%アップ持ってるんですよ。このチュンとルイの、もう何もしなくても、高すぎる火力を持ってる、レイジスキルのダメージを、チュンで25%、ルイで30%っていうところで、計55%上げていって、でしかも、
チュンとルイの才能って、射撃とスキルの釣りがあるんですよ。で、ここでも結構スキルダメージ上げていくことができて、で射撃のツリーに、なぜかスキルダメージアップあるんですよ。ちなみにこれ歩兵と騎兵のツリーではなくて、なぜか射撃だけあるんですよね。もちろん、まあ、歩兵とか、騎兵にしかない優秀なスキルもそっちにあるので、優劣つけがないのは事実だと思うんですけども、ことスキルダメっていう点では、本当に優秀なのかなと思います。まあ、ちなみになんですけども、戦闘した時の、部隊バフの値って、条件なしで発動するスキル分しか加算されていなくて、戦闘開始時に発動するスキルだったり、条件付きのスキルについては、実際には、値としては加算されていても、部隊バフの表示には加算されないんですよね。で、なので、ルイのは、条件がないので、部隊バフの値に加算されていて、チュンのは戦闘時っていう条件があるので、部隊バフの値には実際には加算されていても、部隊バフの表示には加算されないんですよ。なので、まあ、部隊バフの値っていう値ではなくて、まあ、実際の値っていう言い方になってしまうんですけど、今私がチュンとルイで戦うと、スキルダメージってもう100%近くになるんですよ。つまりちょっと今経験値不足で、まあ、ちょっとチュンが、レベル58で、僕の止まっちゃってるので、実際の値っていうのは、93か94くらいなんですけど、まあ、あと2レベル上がれば、96か97くらいまで行くので、ほんとこれ、かなり半端なくないですか？もちろん私より強い人は、もうパーツがもっと強かったりするので、でも110%くらいまで行くことがあって、本当現在のもうナンバーワン火力と、もうナンバーツーの火力のレイジスキルがもう、2つ合わさって、で、しかも、それがダメージ100%上がって当たったらもう、ほんととんでもなく削れてしまうわけで、もうチュンの強さはもう圧倒的火力。まあ、この言葉に尽きるのかなと思ってます。で、まあ、ここまで、チュンの強さについて語ってきたんですけども、ちょっと一つ、注意点があって、で、それは何かと言いますと、チュンって、必要レイジが1200なんですよ。レイジスキルって、リーダーにしてるヒーローの必要レイジに依存して、依存するので、チュンをリーダーにして、ルイをアシスタントにしている場合でも、ルイのレイジスキルを打つのに1200レイジ必要になってしまうんですね。まあ、なら、ルイをリーダーにしていって、まあ、チュンをアシスタントにすればいいんじゃないかなと思われた方いらっしゃると思うんですけども、まあ、それはそれで一つ問題があって、チュンってアシスタントにしちゃうと、レイジスキルの火力が2分の1になっちゃうんですよ。もちろんそれでも、もう十分火力は出ていくのでいいんですけど、まあ、チュンをちゃんと活かしきるんだったら、まあ、絶対リーダーで使っていきたいのは、また事実なので、まあ、ただ本当1200レイジであっても、もうあまりある火力なので、ぜひチュンを育成していただくのがいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、結構チューンについて、話してきたんですけども、ちょっとポンペイの方、あまりに触れなさすぎているので、ちょっと触れていこうかなと思うんですけども、ちょっと今の状況はあれですね。運用拠点僕守ってたんですけども、まあ、相手のこれ、ラリーは来てないのかな？ラリーは来てんのかな？ちょっとわかんないんですけど、まあ、めちゃめちゃ囲われて、っていう、まあ、最終的に落とされちゃったわけなんですけども、やっぱり運用拠点とか守ってる時って、あの、守ってる、すみません。守ってる側は、その守ってる人の部隊リーダーの、バフで、その建物の中全部戦えるので、まあ、変にめちゃめちゃ強い人は別なんですけど、まあ、野戦するってよりかは、本当その建物の中に入るっていうことを本当優先していただくのがいいんじゃないかなと思ってます。あとは最初は、トムとライゴルでさっき駐屯してて、途中から僕はベラに切り替えたんですけど、これなぜかというと、もう自分のトムの兵士がほぼいなくなってしまっていたので、あえて、ほぼマックスの状態にいる、あの、ベラを入れることで、まあ、ギリちょっと延命させたみたいな感じですね。まあ、ただ、まあ、最終的には落とされてしまったので、あれなんですけども、まあ、本当ギリギリの戦いしてる時とかは、まあ、こういうちょっとテクニックとか使っていくと、少し延命できたりするのでいいんじゃないかなと思います。で、今はインキュベーターの戦いの方なんですけども、まず最初、一切ちょっと触れなかったんですけども、一番最初のインキュベーターはちょっと相手に取られてしまっていて、まあちょっと何としても取りたいなっていうところで今戦ってるわけなんですけど、まあこれ実を言うと、最初の、
1回目のインキュベーターと、さっきの運用拠点が、どっちも落とされてなくて、このままほんといい試合できてたら、世界トップ3くらい入れてたんですね。ポイント的に。なんですごいね、今見返してると、もうすごい僕としても悔しいんですけど、ほんと結構、最終的なその世界ランキングとかって、もう、その1個インキュベーター落としたり、ちょっとでも相手にじゃあ10分運用拠点取られちゃいました。とかでも、順位全然変わってくるので、特にインキュベーターはそうですよね。もう、ポイントめちゃめちゃでかいんで。ただ、そうですね、もちろんインキュベーターに、こっちが人割いてなかったから別のとこ取れたっていう側面もあると思いますし、さっきの運用拠点も、相手をめちゃめちゃ引きつけてることには変わりないので、で、そのおかげで、別のところが、うちの選曲有利に傾いたりはしてくれてたと思うので、逆にその運用拠点とか、インキュベーターに全部の戦力割いてたら、別に他のところ落とされて結局ポイント落としたっていう可能性ももちろんあるので、なんとも言えないところではあるんですけども、ちょっと事実としてはちょっと悔しいよねっていうところかなと思います。で、今インキュベーター2回目のやつは、取り終わっうちが取ることができて、ちょっと今、野戦してる感じですね。本来あんまりここで戦い意味って正直ないんですけど、相手が来るんだったら戦いましょうみたいな感じですね、これは。でも本当ポンペイって、実際の兵士損失がないので、結構気軽に戦えるって意味で、結構非常に、いいんじゃない個人的にも結構好きなイベントですね。ただなかなか、うちだと、結構同盟メンバー、それ結構百何十人いるんですけど、戦えるメンバーってこれどうしても30人とかなっちゃうので、なんかこれ、30人じゃない、毎回はちょっとあれだと思うんですけど、たまにそのメンバー無制限にできるポンペイみたいなイベント来たら個人的には嬉しい、面白いんじゃないかなと思ってます。なので、ちょっと皆さんぜひよろしくお願いしますっていうところで、今回の動画はこの辺りで、締めたいなと思うんですけども、チュンに、今回はチュンについて、少しお話しさせていただいたんですけども、チュンの詳細については、この動画の次ですね、詳細解説の方、出そうかなと思ってますので、そちらもご視聴いただけると嬉しいなと思います。で、あと、ポンペイの、後編の方も、そのチュンの詳細解説の次ですね、そちら出そうと思ってますので、ご視聴いただけると嬉しいなと思います。では、最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。